動画のスライドはウェブサイトからダウンロードできます。動画の後半、おまけではもっと速いスピードで少しだけおしゃべりしています。ぜひおまけのヒアリングに挑戦してみてください。それでは本編スタート。日本語に浸ろう。16、日本の年末年始に挨拶。皆さんこんにちは、みーです。12月、今年最後の月です。今年も残すところあとわずかとなりました。日本では1年の終わりのこの期間を年末と言います。年の末と書いて年末。末という言葉には終わり、最後という意味があります。今回の動画では12月の終わりから1月の初めの間に使うこの時期だけの特別な挨拶をご紹介します。1、良いお年を。1年の終わりが近づいた12月の終わり、年内に会う予定がない人に向けて使います。例えば年末最後の仕事の日や友達との年末パーティーの別れ際などに使います。年末の忙しいこの時期に相手の無事と新年の幸せを願う意味が込められた表現です。良いお年をは、良いお年をお迎えくださいという言葉を短くしたものです。どちらも意味は同じです。良いお年をと一緒によく使うのが、今年もお世話になりましたとか、今年もありがとうという言葉です。今年もありがとう、お世話になりましたという感謝の気持ちと、相手の無事と新年の幸せを願う気持ちを一年の最後にお互いに送り合います。友達には今年もありがとう、良いお年をと使います。ビジネスシーンや目上の人には今年もお世話になりました、良いお年をお迎えくださいと使うと丁寧で100点満点です。2、明けましておめでとうございます。これは1月1日から2週間程度、年が明けてからその年初めて会う相手に使う特別な挨拶です。おめでとうございますだけで使っても意味が通じます。明けましてというのは新しい年になってという意味です。おめでとうはお祝いの言葉です。
日本では毎年お正月になると年神様という人々に幸せを運ぶ新年の神様が家にやってくると信じられていました。年末の大掃除や日本特有の正月飾りも年神様をお迎えする準備です。新しい年が来て年神様を家にお迎えすることができましたね。お祝いしましょうという意味が込められています。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますと使うと、丁寧でどんな相手に言っても失礼のない100点満点の使い方です。おまけ。ここからは普段のスピード、話し言葉で少しだけおしゃべりしていきます。本編とどれくらいスピードが違うかな、聞き比べてみてくださいね。さて、いよいよ12月も後半戦。今年も残すところ本当にあとわずかですね。日本では多くの会社がもうすぐ年末年始休暇に入ります。皆さんはどんな年末年始を過ごす予定でしょうか。私はとりあえずまだ終わっていない大掃除をします。そして今回の年末年始休暇には YouTube の更新はもちろん、お正月用にスモークチーズやスモークチキンを作ろうと思っています。時間がある長期休みでしかなかなか作れないので、今から楽しみです。そしてディズニー映画モアナと伝説の3を見に行く予定です。実は私、映画館は音が大きいので苦手です。普段はあまり行きませんが、お正月映画は家族行事なので、そこは少し我慢していきます。ディズニー映画は好きなので楽しみです。ところで、日本には忘年会という習慣があります。1年を忘れる会が忘年会です。1年の最後にみんなで集まって、1年間みんなよく頑張ったね、お疲れ様でしたとお互いの頑張りをねぎらう年末に行う飲み会です。12月に入ると仕事仲間で地域で仲のいい友達同士でいろいろな仲間で集まって忘年会をします。多い人だと毎週末に忘年会の予定が入っている人もいます。その忘年会に加えてクリスマスのお祝いもそれぞれの仲間単位で集まって行うので、12月は大忙しです。皆さんの文化では年末だけの挨拶や習慣、食べ物はありますか？年末年始休暇の予定や年末だけの特別な習慣があったら、ぜひコメントで教えてください。次回の動画は大晦日について紹介します。日本では12月31日を大晦日と言います。1年の最後の日、日本の大晦日の過ごし方を紹介予定です。この日に必ず食べる食べ物や過ごし方がありますので、お楽しみに。それでは今回はこの辺で、またね、バイバイ。